おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、メープル指板の汚れの付け方です。もう数ヶ月前になるんですが、1959年製のメープル指板のストラトのフレット交換修理を、依頼を受けました。指板の汚れとかがついてたんで、フレット交換した後もその汚れをこう再現したいということで、今日はその汚し方ですね。ちょっと簡単に、説明していきたいと思います。おそらくね、これは多分、そんなの知ってるよ。自分もやったことあるよっていうふうに思われる方、結構いらっしゃると思うんですけれど、実は私はいわゆるレリック加工っていうのはやった経験がありません。技術もなければ知識もないです。このぐらいの多少の汚しとかそういうのはやったことありますけれど、ああいうなんていうんですかね、こう塗装面をいろいろこう傷つけたりとか、そういう本格的なレリック加工っていうのはやったことがないです。で、この個体はですね、以前にフレット交換をされてるんだなっていうのはもう見てすぐ分かりました。これがフレット交換する前の状態なんですけれど、指板面に完全に塗装が乗ってるにもかかわらず、剥げてないにもかかわらず、汚れがこうやって黒ずみがありますよね。ですからおそらく前のこのフレット交換をしたリペアマンの方がこういう風な黒ずみを残したままフレット交換をしたか、もしくは塗装をする前の段階でこういう黒ずみをちゃんと再現してで塗装をしたかですね。まずは写真に撮っておきます。この黒ずみ具合をですね。で、その写真をですね、原寸大にまで、拡大して、それで、プリントアウトします。こんな感じですね。で、これはですね、もう指板修正も済んだ状態です。で、これからいざ、汚し加工をしようっていうところですね。360番のペーパーにですね、2B ぐらいの濃い鉛筆を芯をこすりつけて粉を出します。綿棒にこの鉛筆の粉をつけてプリントアウトしたものを並べながらこうやって少しずつ汚れをつけていきます。多少多めにやりすぎちゃったところでも後でこう消しゴムで消せるんですよね。やり直しが効くと言いますか。で、こんな感じで、地道にやっていきます。弦の真下っていうのは見てわかる通り汚れが少ないんですよ。なのでそこもちゃんと意識してこういうふうにやっていかないと、行き当たりばったりでこう適当に汚せばいいやって言ってこうやっていくと、なんていうんですかね、それらしくならないんですよね。はい。で、ちょっとこのままずっと多少時間がかかりますので、この前メープルのフレットにろうそくを塗っておくと、フレットに乗った塗装が後から剥がしやすいっていう動画をアップしましたよね。有コートシーラーを2、3回吹いて、で、その後平らにして、それで、フレットを打ちますって言いました。今回のケースも同じようにしたんですけれど、今回はですね、下の層が、サンディングシーラーですね。で、サンディングシーラーの次が、着色層です。で、最後にトップコートなんですけれど、サンディングシーラー層をこのギターには塗りませんでした。で、もちろん当然ラッカーで仕上げてるんですけれど、フレットを打ってアンバー色のクリアを吹いて、あとはもうトップコートをこう塗り重ねていくっていう、そういう方法ですね。ですからもう本当に1ヶ月2ヶ月経てばかなりこう光に照らしてみると塗装の引けによっていい感じの具合が出てくると思います。大体古いギターとかそういうのっていうのはこう新しい塗装との差が出やすいので、新しい塗装っていうのはツルツルテカテカになりがちなんですよね。
なりがちというかなってしまうというか、あえてそういう風にならないように極力極薄で、塗装をして仕上げます。でそうこう言ってるうちに途中早送りさせてもらいましたけれどこんな感じで割と汚れがで、この段階では今メープル本来の色が出てるので、割となんかこう写真と比べると汚れてる部分とそうでない綺麗な部分の差がありすぎて違うように見えますけれど、これをですねちゃんと塗装して、アンバー色を吹き付けると、こんな感じになります。これが完成した、画像ですね。でこれクリアもですね、艶消しの、クリア塗料を30% ぐらい混ぜてます。30% だったかな ?40% だったかな。艶ありのクリア塗料が60とか70ぐらい。3対7ぐらいの割合で混ぜてますね。で、そうすることによって、もちろん最後に、水研ぎをして、平面を出してからバフィング、艶出しをするんですけれど、その艶出しをやった後にテカリ具合っていうんですか、艶消しを少し混ぜることによってそれほどギラギラにテカらないんですよね。こういったヴィンテージオールドのものだと、周囲の質感と馴染みやすいと言いますか、あえてそういう風にしてます。はい。で、これが完成して、納品をしに行った時に見ていただいた動画ですね。ご依頼いただいたのは鎌倉市にありますブルーグルーブというヴィンテージハーレー・ダビッドソンのレストアを行うショップのオーナーさんですね。八代さんっていう方なんですけれど、以前ねケリー・サイモンさんの楽器フェアの動画を上げたんですよ。ケリー・サイモンさんとその八代さんがブースでですね異種格闘技戦みたいな形で、一方はヘビーメタル、ケリー・サイモンさんは早弾きギタリスト系ですよね。で、八代さんはブルースとかそういったスタイルです。面白いですよね。ピックを使わずに指で弾いてます。はい、いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは。